皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、お隣の国における政権批判について取り上げていきます。反日政策といったものについては、すべての報道機関が一致団結するあの国においても、政権を支持するのかしないのかという点に関しては少し事情が違います。特に来年においては議会選挙が行われます。この議会選挙において与党が勝つのかそれとも野党が勝つのかというのは非常に重要な出来事です。そのため政権を支持しないマスコミにとっては今からが本当の正念場です。今回取り上げる政権批判というのは雇用統計についてです。これまでも何度かあちらの国の経済がおかしくなってきているという話はしてきたのですが、今回はその中においても特に具体的な話というのがマスコミの中でも大きく取り上げられるようになったので、そのことを伝えようと思います。それでは雇用統計がどのような操作が行われているのか、そのことを伝える記事をお聞きください。統計庁は税金投入アルバイト数で雇用の実態を示せ。統計庁は10月の就業者数が前年同月期42万人増加し、雇用率が10月としては過去23年で最高の 61.7% に上昇したと発表した。しかし、こうした数値は体で感じる雇用と大きくかけ離れている。統計が現実を反映していない。税金で創出した見せかけの雇用が統計を粉飾しているからだ。10月の就業者増加はほぼ 100% が60代以上の高齢者のおかげだ。60代以上の就業者が41万7000人増えたことを除けば、雇用全体の伸びは事実上ゼロだ。60代以上の新規就業者はゴミ拾い、禁煙区域監視員など1日に3時間、1週間に2日から3日働き、小遣い程度を稼ぐ税金アルバイトが大半だ。雇用とも呼べないものだが、統計上は週1時間以上働けば就業者として集計される。政府はそれを利用し、雇用が増えたかのように仕立て上げている。高齢者アルバイトだけでなく、労働時間が週36時間未満の短期就業者が60万人も増えた。彼らを除いた良質な雇用は大幅に減少した。実際に経済を支える30代、40代の就業者は20万人減少し、25ヶ月連続でいずれも減少。良質な雇用として代表的な製造業の雇用も19ヶ月連続で落ち込んだ。40代半ばで就職を断念し、何もせずにいる人は10月に約4万人増え、過去10年で最大を記録した。雇用の現場では寒波が続いている。現政権の国政目標が実質的な民政ではなく、選挙に勝つことと政権延長になって久しい。そのために意図的に雇用統計の粉飾に総力を挙げている。年初来で4兆ウォン、約3700億円を投じ、100万人分の短期臨時雇用を創出し、うち 63% が60代以上の高齢者の雇用だった。草取り、吸い殻拾い、一人暮らしの高齢者の安否確認、児童の帰宅支援など、上辺だけの雇用を急ごしらえしておいて、雇用統計の上積みに活用している。税金アルバイトの割り当て人数を埋めるため、現場で1人分の仕事を15人に分配し、ただいい加減に就労時間を過ごしただけでも3時間働いたとみなし、月に20万から30万ウォンを支給するというとんでもない事態が起きているという。こうして税金で大量生産した雇用で統計を事実上粉飾しておいて、雇用が改善したと自慢しているのだ。雇用の正確な実態を見るには、統計の粉飾をなくし、まともな雇用がどれだけ増えたのかを判断しなければならない。統計庁は毎月雇用統計を発表する際、税金が投入された財政支援直接雇用の数値も同時に発表すべきだ。雇用の実態を隠し、粉飾された数値だけ示すのは国民に対する欺瞞に他ならない。ムン・ジェイン大統領の任期は残り半分です。これまでの任期を振り返ってムン・ジェイン大統領は、これまではいろいろなことに着手して、いろんな種をまいてきた。そして任期の残りにおいては、そのまいた種がきっと花開き、そして大いなる
恵みをもたらしてくれるだろうというような、いわばお花畑戦略を話しました。その蒔いた種の一つと言われるのが雇用の改善です。数字上においては雇用が改善している。これは我が政権の手柄であるというようなことを話しているわけですが、今回の報道記事というのはその中身がいかにおかしいのかということを追求しています。働き盛りの30代や40代の人たちに関して言えば、失業者の方が増えていて、しかも再就職が難しいためにそのまま就職を諦めてしまうという人たちが多く出ていることを伝えています。そして雇用統計が一体どのようにして改善されたかといえば、高齢者の人たちに対するほとんど意味のない仕事を割り当てることによって数字上においては改善したと断言しているのです。確かに数字の上においては改善しているでしょう。安い賃金で、そしてほとんど意味のない仕事であっても、統計のデータにはちゃんと入っています。これだけ多くの人たちが働いているんだぞという数字は上がるでしょう。しかし皆さんもこの記事をお聞きしてわかるように、全く生産性のないものです。確かに街は綺麗になるでしょうし、街の治安は良くなるかもしれません。時間を持て余した高齢者の人たちが集まる良い機会にもなっているでしょう。しかしそれが国の大きな予算を組んで行うようなことでしょうか。もちろんそのようなお金の使い方をいくらしたところで、未来に向けて何か良いことが起こるということは全くありません。この人たちは完全にお金がなくなったら、次は失業する、ただそれだけの存在になってしまいます。しかし、ムン・ジェイン大統領にとってはこれも種まきの一つでしょう。この高齢者の人たちが何か正規の仕事に就こうとしても、実際には雇ってくれる人たちはいないでしょう。ですから、ムン・ジェイン政権が予算を組んでこの人たちを雇い続けるというのが、いわば命綱になろうとしています。もしもムン・ジェイン政権を支える与党が選挙で負けてしまえば、このような政策はもう取れないかもしれませんよといえば、それは50万人と言ったり60万人というような大規模な人数の人たちが自分たちにとっては評伝に変わるかもしれないということです。また、高齢者の人たちに対する政策が充実しているというのは、選挙においてはプラスに働くものです。これは日本においてもそうなのですが、若者世代と高齢者の世代を比べた場合、どちらの方が選挙に行く、そのパーセンテージが高いかといえば、高齢者の人の方が高いものです。その理由は様々ですが、私自身もそれは数字だけではなく実感としても思っています。私が投票に行くときは大抵は日曜日なのですが、それでも投票所にやってきている人たちは、主に私よりもずっと年上の人たちばかりです。これは私のような田舎に住んでいる人だからという問題はあるかもしれませんが、都会においてはそれを数字で私は知ることができます。若者たちの投票率が上がらないというのは大いに嘆かわしいことだとしていつも報道に上がっているからです。また、この高齢者の人たちを味方にしようというムン・ジェイン大統領の政策というのは実際に効果を発揮しているかもしれないと思う場面はありました。特にチョ・グク前法務部長官に対する支持集会などというのは政権を支持する団体が呼びかけて多くの人たちが動員されたものでした。そこで動員されて集まった人たちというのが高齢者の人たちが多いのを見て、これがムン・ジェイン大統領の言う種まきの成果なのかもしれないと少し私は思っています。また先日インターネット上においても反政権派の人たちの活動というものが妨害されているという記事を取り上げました。政権に対して批判的な行動をとるとインターネット上においてもその動きが制限されるというのであれば当然のようにして発信力はなくしてしまいます。若者たちが情報を得るための道具が制限されていれば当然のようにして真実を知る人は少なくなるでしょう。ムン・ジェイン大統領にとってはマスコミやそしてインターネット上の空間において反政権の動きをいかにして抑えつけるのか、そのための仕組み作りというものがこれまでまいた種なのかもしれません。そういった意味においては私たちが思う以上にムン・ジェイン政権というのはこれからも盤石かもしれないという面があります。ムン・ジェイン大統領の言うまいた種というのがいわば経済的に何か良くなるというような話ではなく、世論を抑えるための組織づくりであったり体制づくりであったり、そういった意味においての布石を打ったということであれば、これはまた違う話として注目していかなければなりません。今回は雇用統計の話に注目しましたが、このような政策が続くのはほとんどが政府の借金を積み増してのことです。
一体このような政策がどこまで続くのかも見ていきましょう。皆さんはこのニュースについてどのような考えをお持ちでしょうか。ぜひともコメントを書き込んでいってください。いつものように動画へのコメントをよろしくお願いしますといったわけですが、このコメント欄については機能をオフする可能性があります。それは動画に対するコメントについても、その動画への評価やチャンネルへの影響があるという話が聞こえており、それが実際どうなのかはわからないものも、もしもそうであったならば、影響を考えて動画のコメント欄を停止するかもしれません。現在私のチャンネルは、あちらの国の話題というものを非常に多く取り扱っているため、目をつけられているというふうに考えられます。このチャンネルの活動は続けていきたいと思っているので、そのような自衛策を取る可能性があることは、ぜひとも知っておいてください。ある日突然動画へのコメント欄が完全になくなってしまって一体どうしたんだろうと思ったら、その時は対抗手段を取ったのだなというふうに受け止めてください。それでは動画を最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録してまた見に来てくれると嬉しいです。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。